もしあなたが人を殺すならどういう理由でしょうか？自分のため、愛する人のため、それとも快楽のため。1973年、ブラジルである男が殺人の罪で逮捕されました。男の名前はペドロ・ロドリゲス・フィーリョ。当時18歳の彼は刑務所に収容されます。そこでロドリゲスはおとなしく罪を償っていくのかと思いきや、なんと刑務所でも囚人を殺害し始めるんです。そして最終的に殺害した人数を彼自身はこう語っています。100人以上と。100人を超える大量殺人を犯したロドリゲス。なぜ彼は刑務所内でも人を殺してしまうのか。ただ残虐に見える彼の行動には彼なりの正義があったんです。おーそうっす。20時に店閉まるんで家でプリン作ってるケンちゃんです。女子力高っ。やみやみこです。卵と牛乳、砂糖。ほんと作ったの？作った。カラメルが硬くならないように作れてる。カラメルは砂糖をちょっとなんかべっこ飴的なノリで作ったら、まあそれなりにできる。やみか安心。さてね、本日ご紹介するのはですね、ブラジルの刑務所でロドリゲスが次々と囚人を殺していくというね、おぞましい事件。もう刑務所入ってなお人殺すってね、もう意味わかんないんですけど、えぐいわね。まあそこにはね、ロドリゲスのね、生い立ちがね、密接に関わっていたんです。あまりにも壮絶で暴力にまみれた人生を送っていたんです。早速見ていきましょう。殺人鬼誕生。後に殺人鬼となるロドリゲス。彼には幼い頃から殺人鬼としての素質があったんです。遡ること70年ほど前の1954年、ブラジル南東部ミナスジェライス州のサンタリタ・ド・サプカイ読みづれなの農場でロドリゲスは生まれます。彼は生まれながらにして頭に大きなあざが、いや炭治郎か。そしてこのあざができた理由が些細な喧嘩で、彼の父親が妊娠中の母親のお腹を蹴ったためと言われているんです。この怪我が彼のね脳にね、まあちょっとね異常をねもたらしたってね言われてるんですけど、まあその真偽はね定かではないんです。どちらにしてもやばい父親よこれは。そんなロドリゲスが最初に事件を起こしたのはなんと13歳の頃。彼が年上のいとこと遊んでいると、いつしか喧嘩に発展。こいつを攻撃したい。どうすれば痛い目に遭わせられるか。ロドリゲスがそう考えていると、彼の目にあるものが飛び込んできました。それは偶然近くにあったサトウキビの絞り器。怒り狂ったロドリゲスはなんといとこをその絞り器に放り込んだんです。いくつもの回転する刃に巻き込まれた彼はなんとか一命は取り留めたものの瀕死の重傷に。これが後の大量殺人を犯す男の第一歩だったんです。13歳ってさ、日本なら中1ぐらいでしょ、そんな年なのに、反抗期もまだ来ないぐらいなのに、確実にこいつ殺そうとしてんじゃない人。まあそうなんですよ。もう怖すぎだよねこれ想像したら。ロドリゲスのね殺人鬼の人生はねここからね始まったと言ってもね過言ではないんです。そしてロドリゲス少年14歳の頃、当時彼の父は学校の警備員をしていました。しかしある日、学校の厨房から食材を盗んだ疑いをかけられ首を言い渡されます。しかし詳細に調査していくと、これは冤罪と判明。真犯人は父親の同僚だったんです。俺も昔ね濡れ衣あったんですよ。エロ本持ってんじゃないか。持ってたじゃない。これにまたもや怒ったロドリゲス。絶対に許せない。父親をクビにした奴らを懲らしめてやる。父親のために復讐を企てるんです。そして父親に罪をなすりつけた同僚を怒りに任せ殺したんです。なんでやねん。これがロドリゲス最初の殺人。しかし彼の怒りはそれでは収まりませんでした。次は首を言い渡した副市長も懲らしめてやる。そしてなんと市役所の前にいた副市長をショットガンで射殺するんです。14歳でショットガンで偉い大人殺すってさ、そこら辺の漫画の中二病の設定みたいなやつしかないわよ。怖いっすよね。まあ実際にね殺人をね犯したロドリゲスなんですけど、これでね逮捕にはならなかったんです。なぜでしょうか。なんで？副市長殺害という重大な罪を犯したロドリゲスなんですが、逮捕される前に第サンパウロ都市圏のモジダスクルーゼスへ逃亡。そして一度殺人を犯したことでタガが外れたロドリゲスは、ここから極悪人としての本領を発揮していくんです。そして彼は生きていくために違法薬物販売店の強盗や売人の殺害を始めることに。そんな時でした。殺し屋のような裏稼業で生計を立てるロドリゲス。しかしその一方でロドリゲスは若者らしく恋にも落ちるんです。逃亡先で知り合ったマリアという女性と恋仲になり、同棲も開始。こんだけ暴力的でもやることはやってんのよ。人間のここの本質だけは変わんないのよ、誰も。やっぱり羨ましい。羨ましいの？羨ましいわ。大して羨ましくないでしょ。しかしこのマリアの存在がロドリゲス暴走の大きな引き金となるんです。
違法薬物の売人殺害で生計を立てていたロドリゲス。しかしこれをよく思わなかった人物がいたんです。それは売人を雇っていたギャング。自分たちの駒が次々に殺されれば彼らの商売は立ち行かなくなります。ギャングたちにとってロドリゲスは商売をする上で邪魔どころか消すべき存在だったんです。そんなギャングたちはロドリゲスではなくある人物に標的を定めるんです。それは彼の恋人のマリア。若い女性一人を殺めることなどたやすい彼らは躊躇なくマリアを殺害。当然恋人を殺され、今までいないほどロドリゲスは怒り狂います。そしてすぐさま復讐を決行。まずは別のギャングと手を組み、マリア殺しの情報を持つギャングを拷問。犯人の情報を引き出します。そして犯人を特定したロドリゲスはここでこんなことを考えたんです。せっかくなら犯人が幸せの絶頂の時に復讐してやる。そしてなんと犯人が結婚式を開いている会場をギャングと共に襲撃。会場にいた16人を負傷させ、犯人を含む7人を殺害したんです。ただね、ロドリゲスはこの時点で何人も殺してるんですけど、時にはね、それだけではとどまらなかったんです。殺す以上のことって何かある？そのエピソードに登場するのは何を隠そうロドリゲスの父親。ロドリゲスを妊娠中の母を蹴るエピソードでもわかるように、彼もかなりヤバい人物なんです。なんと父親は母親をナタでめった刺しにして殺しているんです。もうどんな家族これ、もう怖っ。そしてそれを聞きつけたロドリゲス、副市長殺害の罪で逃亡中にもかかわらず刑務所で捕まっている父親のもとに面会に行きました。そして母親の件について詳しく話を聞くのかと思いきや、なんとそのまま父親をめった刺しにして殺害したんです。ここまでのねエピソードでもわかるんですけど、ロドリゲスってね、もう何かにつけてすぐ人殺すんですよ。殺すハードルがちょっと低すぎるわよ。意味わかんない。もうやだ、死ね、もうやだ、もう殺すみたいなノリでやってるんですよね。怖いっすよね、本当に。でね、ロドリゲスね、もうね、こんなペースでね、人殺してるんで、19歳でね、もう年貢の納め時って言っていいんですかね、もうね、逮捕されてしまうんです。でもね、逮捕された後に行った刑務所での人生の方がもっと壮絶な刑務所生活。1973年、なりふり構わず人を殺し続けていたロドリゲスにもついに逮捕の時が訪れるんです。この時彼は19歳にしてすでに20人以上を殺害。さすがに罪はかなり重く、裁判の結果懲役は128年に。もうこれもアメリカでよく見るやつじゃない。俺も刑務所出ちゃう前に死んじゃうでしょってやつ。タイにもいたよね。なんだっけ、メイチャモイティピアソね。よく覚えてるわね。こうしてね、捕まった後はね、刑務所の中で罪償って、死ぬまでね、そこにいてね、平和にこう暮らしていく、刑務所のね、作業とかはあるんですけど、みたいなのが普通のね、犯人なんですけど、ロドリゲスの場合はね、そうもいかないんです。だってあんなにすぐ人を殺すから、刑務所のね、輩たちがロドリゲスにね、出会ってね、もうどうなるかね、大体想像つきますよね、皆さん。ロドリゲスは逮捕直後、刑務所へ向かうために護送車に乗せられます。そこには手錠をした別の犯罪者が。この男は女性を襲った罪で逮捕されていました。刑務所へ到着し、警察官が後部座席を開けると、そこには血だらけのロドリゲスが。その隣にはなんと男の死体が転がっていたんです。そう、ロドリゲスは刑務所への護送中に人を殺したんです。ちなみにロドリゲスがね、その犯人をね殺した理由はですね、奴が女を襲ったからなんですよね。理屈はわかるけど、あんたじゃないでしょっていうそこ罰下すわ、ね、勝手になんか死刑ですよね。私に刑って書いて死刑をするっていう意味わかんないですよね。勝手にやんなよってね話なんですけど。しかし血気盛んなのはロドリゲスだけではありませんでした。ロドリゲスが刑務所に収容された直後、囚人たちも彼に襲いかかったんです。罪を犯して刑務所に入ってくるわけですから、襲撃してくるのも犯罪者。ところが19歳にしていくつもの修羅場をくぐり抜けてきたロドリゲス。囚人たちは返り討ちに遭い殺されてしまうんです。もう何この世界、もうすぐ人死ぬよ。もうその後も襲撃にあっては殺すことを繰り返していくうちに、ロドリゲスは刑務所内で囚人殺しとして箔がついていったんです。ただ囚人たちもそんな状況を黙って見ているわけではありません。ある時は囚人たち5人がなりふり構わず一気に襲いかかりました。しかしロドリゲスはまず襲ってきたうちの3人を殺害。残りの2人はおじけづいて逃げ帰ってしまったんです。刑務所の中の話でしょこれ。なんか本来ね、刑務所はね、その罪をね償う場所じゃないですか。なんでこうなったのかっていうのにね、ブラジルのね劣悪な刑務所のね状況っていうのがね背景にあったんです。実はブラジルの刑務所内では殺人、暴行事件などは日常茶飯事。暴動もしょっちゅう起こっており、近年では2019年に発生した暴動によって50人以上が亡くなっているんです。さらに2017年に起きた暴動の際には、なんと人肉バーベキューや生首サッカーといった目を覆いたくなるような事件も起きているんです。
まあタイトルで内容は大体わかるけど、ちょっと詳しくは聞かないけど、まあ本当にね生きていくのがやっとっていうね世界なんで、まあ、刑務所のバトルロワイヤルみたいなね話なんですよ今回は。なぜブラジルではこれほど刑務所内での犯罪や暴動が多いのか。それは受刑者が多すぎるから。近年ブラジル政府が暴力や麻薬関連犯罪の摘発を強化したことにより受刑者が急増。それにより刑務所内で対立ギャングを引き離しておくことが難しく、受刑者同士の対立が悪化しているんです。しかもブラジルの刑務所内に入っている受刑者はロドリゲス同様に長期刑で服役しているものが多く、失うものはほとんどないため過激な行動に出やすいんです。そんな修羅場のような場所で結果的にロドリゲスが殺した人数は自称100人以上、確認できるだけでも47人、腕っぷし一つで生き延びていったんです。ここでみんなにも考えてほしいんですが、なぜ彼はこれほどまでに無感情に殺人を繰り返すことができるのか。殺人鬼ロドリゲスの本当の姿が精神鑑定により明らかになっていくんです。まあ、刑務所の中でもねもうどんどんもうサクサク人殺すんですけど、なんでこんなねすぐ人殺せるのかって話なんですよね。彼はなぜそんなにねやすやすとね人を殺してしまうのか。そこにはね彼なりのねある正義があったんです。ロドリゲスの正義。ロドリゲスはその異常な殺人の多さから精神鑑定が行われました。その結果最初に診断されたのはサイコパス。彼の行動に他人への反省や思いやりの心がないためそう判断されたというんです。きっとそうよ俺、だってこういうヤバいやつってサイコパスってさ相場決まってんじゃない大体。まあねそういう人もいるんですけど、実はねある理由によってねなんかサイコパスじゃないんじゃないかって説もね一説にはあるんです。確かにこれほどの殺人を繰り返す人間に対してサイコパスという診断は一見もっともらしく聞こえます。しかし思い出してほしいんですが、彼には親や恋人を苦しめた人を懲らしめようという他者のために殺すという動機もあったんです。そう、ロドリゲスはサイコパスが本来持ち得ない思いやりの心が確かにあったんです。例えばなんですが、ロドリゲスの母親が父親に殺された際、父親による刺し傷は21箇所でした。そしてロドリゲスが父親を殺した際の刺し傷はそれよりも一つ多い22箇所。このことからも愛する人よりも確実に苦しめようという愛ゆえの復讐心が見て取れます。やってることはまあエグいんだけど、一応他人のために動いてるってことよねこれね。まあそうですね、他の人のね復讐をね自分が代わりにするんだっていうね話でもありますよね。まあここまで聞くと正義の味方っぽいんですけど、実はね彼のね殺人の動機はねこれだけではなかったんです。一方ロドリゲスの殺人動機の中にはこんなものもありました。それはいびきがうるさいや顔が好きではないといったかなり自己中なもの。精神科医はそのような点も含めて彼を再診断。その結果彼は被害妄想的で反社会的な性格であり、殺害動機は暴力的な自己肯定、すなわち自分のことを認めたいがために殺していると判断されたんです。実は彼自身も自分を認めるために殺人を犯しているということには自覚があったといいます。左腕にわざと私は喜びのために殺すという入れ墨が、これは殺意のなさを証明するために自ら入れたものなんです。何か意味があって殺してるんじゃないんだ、快楽のために殺してるんだってことなんですよね。他人からしたらどっちでもいいわよ。なんか怖いわ普通に。そんな楽しみだけのために刑務所内でも囚人を殺しまくっていたロドリゲス。刑務所の外にいる時よりも人を殺しているとあって、どんどん刑期は長くなっていきます。その結果1973年の逮捕時には128年だった刑期がなんと400年に。そこまで伸びたとしてもさ、元出られないんだから、こんな年数あんだから意味ないでしょ。とね僕もねそう思ってたんですけど、実はねそういうわけにもいかなかったんです。なんとロドリゲスは2007年に釈放されたんです。その理由はブラジルの法律。実はブラジルでは30年以上囚人を収監することを禁じているんです。何その法律？刑期100年でも200年でも30年だったら出るって一緒じゃない？まあそうなんですよ確かに、はい。でもねこんなね刑務所ね30年生き延びられるかって話なんですよ、そもそもね、だからそう考えると彼はね寝込みとかをされてもさ、全部倒すもう意味わかんない、もうすごすぎるんですけど、結構やっぱ異例の囚人だったわけでもあるんですよね。晴れて自由の身となったロドリゲス。出所後はブラジルの北東にあるフォルタレザに移りハウスキーパーとして働いていました。しかし出所から4年後の2011年、暴動に参加した罪で逮捕され再び刑務所へ。その後彼は罪を償った上で2018年に出所し、66歳になった今では刑務所外で元気に暮らしているんです。ところでねあみこさんね、彼ね出所後ね一体何してたと思います？屈強な体だし戦闘能力も高いからな、ボディーガードとかやってんじゃん。もしかして違うんですよ。実はね僕らとねちょっと似てるんです。
実はロドリゲス、2018年の釈放後に自身の YouTube チャンネルを開設。チャンネルで彼はこれまでの人生について語っています。さらにそれだけではなく、これまでの自分の反省からか、若者を犯罪から遠ざけることに生涯を費やしているというんです。